皆さんこんにちは。今日は日本の職場文化についてご紹介いたします。1番、時間を守る文化。日本の会社では時間を守ることが非常に重要とされています。始業時間には社員の多くがすでに仕事の準備を終えており、一般的には始業の10分前に出社いたします。会議も時間通りに始まり、予定された時間内に終了するよう進められます。公共交通機関も時間に正確であるため、通勤時の遅刻はあまり見られません。もし遅れる場合には、早めに会社へ連絡することがマナーとされています。また、訪問やアポイントメントも時間通りに行うことが求められます。数分の遅れであっても、相手に対して失礼と受け取られることがございます。時間を正確に守ることは、信頼できる社会人として評価されるための大切な要素となっております。そのため、日本の職場では5分前行動が推奨されています。これは約束の時間より少し早めに準備をする習慣です。2番、チームワークと協力の文化。日本の職場ではチームワークと協力が大切にされています。仕事は個人で行うものではなく、グループで進めることが基本となっております。会議やプロジェクトでは全員が意見を出し合いながら最終的な方針を決定いたします。また、上下関係も重視されており、上司の指示を尊重する文化がございます。先輩社員が後輩を指導し、職場の知識やルールを伝える仕組みもしっかり整えられています。後輩は先輩に対して敬語を使い、礼儀正しく接することが求められております。集団での調和を大切にするため、自己主張が強すぎることは好まれません。意見を述べる際にも、相手の立場を考えながら話すことが重視されております。また、空気を読むことも大切とされ、場の雰囲気に合わせた行動が求められます。このような職場文化によって、日本の会社では高いチームの一体感が生まれ、仕事の質の向上が期待されております。3番、挨拶とマナー。日本の職場では、挨拶とマナーが非常に重視されています。出社時には、おはようございます。退社時には、お疲れ様でしたと挨拶することが基本的な習慣です。
このような挨拶は、職場での円滑な人間関係を築くために大きな役割を果たしております。また、名刺交換にも細かいマナーがございます。名刺は両手で持ち、相手の目を見ながら丁寧にお渡しいたします。名刺を受け取った後は、すぐにしまわず、しばらくテーブルの上に置いておくのが礼儀とされています。これは、相手を尊重する気持ちを表す行動とされております。電話対応やメールでも敬語や丁寧語が使われます。ビジネスの場では、お世話になっております。よろしくお願いいたしますなどの表現がよく使われます。正しい言葉遣いができることは、信頼される社会人として必要なスキルです。マナーを守ることは、相手への敬意を示す手段であり、信頼関係の構築にもつながります。日本の仕事文化では、形式的な行動の中にも他者への思いやりが強く現れております。4番、残業と働き方。日本の職場では残業が多いことで知られております。定時を過ぎても仕事が終わらない場合には、社員が自らの意思で残って働くことがあります。これは責任感の強さやチームの一員としての意識から来ているものです。上司や同僚がまだ働いている場合、自分だけ先に帰るのは気まずいと感じる社員も多くいます。そのため、仕事がなくても帰りにくい雰囲気のある職場も存在します。一方で、長時間労働による健康への影響も問題とされており、政府や企業では働き方改革が進められております。具体的には、残業時間の上限を設けたり、有給休暇の取得を推奨したりする取り組みが行われています。最近では、リモートワークやフレックスタイム制度を導入する企業も増えてきています。それにより、社員は自分に合った働き方を選べるようになってまいりました。働き方の多様化が進む中で、仕事の効率や生産性を重視する考え方が広まりつつあります。今後、日本の仕事文化もより柔軟で健康的な方向へと変化していくと考えられております。皆さんこんにちは。今日は日本の職場文化についてご紹介いたします。1番、時間を守る文化。
日本の会社では時間を守ることが非常に重要とされています。始業時間には社員の多くがすでに仕事の準備を終えており、一般的には始業の10分前に出社いたします。会議も時間通りに始まり、予定された時間内に終了するよう進められます。公共交通機関も時間に正確であるため、通勤時の遅刻はあまり見られません。もし遅れる場合には、早めに会社へ連絡することがマナーとされています。また、訪問やアポイントメントも時間通りに行うことが求められます。数分の遅れであっても、相手に対して失礼と受け取られることがございます。時間を正確に守ることは、信頼できる社会人として評価されるための大切な要素となっております。そのため、日本の職場では5分前行動が推奨されています。これは約束の時間より少し早めに準備をする習慣です。2番、チームワークと協力の文化。日本の職場ではチームワークと協力が大切にされています。仕事は個人で行うものではなく、グループで進めることが基本となっております。会議やプロジェクトでは全員が意見を出し合いながら最終的な方針を決定いたします。また、上下関係も重視されており、上司の指示を尊重する文化がございます。先輩社員が後輩を指導し、職場の知識やルールを伝える仕組みもしっかり整えられています。後輩は先輩に対して敬語を使い、礼儀正しく接することが求められております。集団での調和を大切にするため、自己主張が強すぎることは好まれません。意見を述べる際にも、相手の立場を考えながら話すことが重視されております。また、空気を読むことも大切とされ、場の雰囲気に合わせた行動が求められます。このような職場文化によって、日本の会社では高いチームの一体感が生まれ、仕事の質の向上が期待されております。3番、挨拶とマナー。日本の職場では、挨拶とマナーが非常に重視されています。出社時には、おはようございます。退社時には、お疲れ様でしたと挨拶することが基本的な習慣です。このような挨拶は、職場での円滑な人間関係を築くために大きな役割を果たしております。
また、名刺交換にも細かいマナーがございます。名刺は両手で持ち、相手の目を見ながら、丁寧にお渡しいたします。名刺を受け取った後は、すぐにしまわず、しばらくテーブルの上に置いておくのが礼儀とされています。これは、相手を尊重する気持ちを表す行動とされております。電話対応やメールでも敬語や丁寧語が使われます。ビジネスの場では、お世話になっております。よろしくお願いいたしますなどの表現がよく使われます。正しい言葉遣いができることは、信頼される社会人として必要なスキルです。マナーを守ることは、相手への敬意を示す手段であり、信頼関係の構築にもつながります。日本の仕事文化では、形式的な行動の中にも他者への思いやりが強く現れております。4番、残業と働き方。日本の職場では残業が多いことで知られております。定時を過ぎても仕事が終わらない場合には、社員が自らの意思で残って働くことがあります。これは責任感の強さやチームの一員としての意識から来ているものです。上司や同僚がまだ働いている場合、自分だけ先に帰るのは気まずいと感じる社員も多くいます。そのため、仕事がなくても帰りにくい雰囲気のある職場も存在します。一方で、長時間労働による健康への影響も問題とされており、政府や企業では働き方改革が進められております。具体的には、残業時間の上限を設けたり、有給休暇の取得を推奨したりする取り組みが行われています。最近では、リモートワークやフレックスタイム制度を導入する企業も増えてきています。それにより、社員は自分に合った働き方を選べるようになってまいりました。働き方の多様化が進む中で、仕事の効率や生産性を重視する考え方が広まりつつあります。今後、日本の仕事文化もより柔軟で健康的な方向へと変化していくと考えられております。